人はどれだけ物を持てば幸せなのだろうか。新しいものの方が良い本当だろうか。限られた命を物まみれで探し物だらけで過ごしても良いのだろうか。そんな疑問を感じるためにアメリカでバンライフ生活を始めた50過ぎのおっさんの物語です。日本に引き上げた私が過去を振り返り、物と向き合い、ミニマルになる道のりです。ミニマルバスチャンネルスタートです。ミニマルバスチャンネル第45話へようこそ。30年暮らしたアメリカから引き上げたここはミニマルスタジオです。時は遡り2022年のロサンゼルス、お気に入りのマービスタ公園でバンライフの日常、ソーラー発電と念願の白米を炊いて最強の料理にチャレンジする様子をお楽しみください。さあ今日は土曜日です。のんびりみんな過ごしています。そして私はここでソーラーパネルチャージをしています。昨日結構編集で使ったんでしっかりと充電していきたいと思います。今は公園の水道の水を汲みに来ました。これからご飯を炊きたいと思います。今日はこんな感じでソーラーチャージをしています。このポールの影見たら太陽こっちやん。もうちょっとこっちに向けてあげた方が発電効率が上がったりするのかな。調整したいと思います。すごい綺麗なねオレンジのお花の横に止めてみました。かわいい。春やね。お花に埋もれてみました。嬉しそうね。昨日ドンに会えたんで、ハチさんも元気に蜜を集めております。この道俺しかいないっていうもうね超最高よこの公園。でも僕はエンジンを乗せ替えて砂漠を目指したいと思います。公園の主になりたいわけではありません。先ほどのソーラーパネルがちょっと角度がずれてる状態で101ワット発電しています。朝からやってたんですけども 73% から 100% までが、約3時間でチャージできました。ソーラーパネルがこんな感じで置いてあるんですけども、今角度がこっち向いてるんでちょっとこっちに向けてみたいと思います。こんな感じが正面です。見てみましょう。全然違うね。あの角度変えただけで15ワットぐらい違ったと思います。抜き去ります。はい、ありがとう。ソーラーパネルにチャージャーちゃん。できる限りソーラーパネルは太陽に当てないようにしています。太陽の紫外線によってパネルはいいかもしれないけど、その周りの布、プラスチックとかも劣化するんで、できる限り最小限に太陽に当ててこの子を大切に使いたいと思います。アイスチェストに足をかけて登っていきます。長さが長いんで折りたたむのも結構難しい。ここを折りたたんで発電効率を落としたくないんで拭いていきます。結構汚れてます。1週間ぶりぐらいに拭きました。折りたたんでいきます。はい、下に持っていきます。ケーブル巻いていくと厚みが増すでしょ。飛び出を気をつけないと。最高な収納場所がなんと屋根。このソーラーパネルのためにあるんじゃないかっていう屋根を閉めてもピターッとこの隙間しかないんで、ケーブルが天井に当たったらギュッてこう押されたり、その圧力でケーブル切れたりするのも嫌なんで、丁寧に畳んでいって天井を開けるんで速攻取り出せて速攻設置できるっていうワーゲンバス最高です。自分で作った電気で動画を編集する、写真を編集するとかって集中力も違う。無駄にアイドリングみたいに何もしないでパソコンは電気ついてるとかありえない。もうチク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 ってバッテリー残量減っていったら次の日に 1% 上げるのに10分とかかかるとするとめっちゃ貴重なんで、電気使うのも集中力が増します。ハードドライブとかいっぱいつないで作業しても 25% ぐらいしか使わないんだけど、それが次の日続くとすると 50% になったとしたら丸1日チャージかかります。雨降ったり曇ったりいろんな環境があるんで、できる限り 100% を
を目指しています。チャージがいるために今日向にいます。このクーラーボックスの氷は溶かしたくありません。室内の温度を上げたくない。急いで日陰を探しに行きます。待ったなしな人生です。決断力即決していかないとめっちゃ楽しい朝の水汲みの作業から毎日5リッターを公園の水道から汲んで浄水器にかけるっていうところから始まって、その浄水の水を落として間にコーヒーを作ってコーンフレークとか準備してリンゴとか切って、太陽がいい感じになってくるとソーラーチャージして、室温が21度以上ないとシャワー寒くて浴びれない。朝シャンとかもう寒くてありえない。バリバリ昼シャン12時から1時一番暑い時に締め切って車内の温度上げて浴びてます。そうするとお湯を沸かさなくても水のまんまでシャワーがめっちゃ気持ちよく浴びれます。急いで暑いんで開けて日陰に移動したり、日陰は競争率が激しいんでなかなかね手強い。日向にしか止めれなくて室内の温度が50度近く行く時があるともう氷結構溶けちゃうんで、今春で4日に1回のペースで氷を変えていってるんだけど、それが3日に減ると。全部が繋がってて、これから夏に向かうと2日に1回の作業になってくると思います。そういう風に来てると起きてから夜になるまでがめっちゃ早い。なんかスマホとか見ないよね。やっぱりね、白米食べたい。せっかくね苦労して何時間もかけて6合ぐらいまで炊ける大きな鍋ができたんで、ハウススタジオの時は2日間ぐらい水に浸した玄米を炊いてたんですけど、もうそれはやってられないんで白米にしました。お米洗いたいと思います。ミニマルバスチャンネル。ここだけが日陰っていうところに移動してきました。ここも1時間かからないぐらいで日陰じゃなくなります。今日のマックスが測れるんで38度で、今朝の最低が11度、27度の気温差。普段から健康に気をつけてないとこの温度差を乗り越えることはできません。そういえば結構治りました。めっちゃ頑丈よこれ。ボンドの見かけが良くないなと思ってたら乾くとちょっと乳白色になってくれて結構丈夫です。コールマンの2連のコンロが後ろからゴムで引っ張ってここでこんな感じで止めています。ここめっちゃ力かかってんのよね。一番よく使う棚が邪魔にならない。すぐにアクセスできるからここめっちゃ重要だったんですよ。鍋を取り出していきます。めっちゃ可愛い短い取っ手のデカ鍋。ステンレスやから洗うんも簡単やしめっちゃ気に入っています。本日のお米なんだけど、ロスで有名なスーパーの虹屋さんがサクラメントで作ってるお米だそうです。実は計量カップ処分してしまいまして適当に入れております。膨らんだ時こんぐらいわからんけど、せっかくね火使うんでね1回でたくさん作りたいのよ。5合ぐらいだと思います。洗う場所が木の棒が横たわってるところに行って作業したいと思います。今朝汲んできたお水が3リットルあります。もう水汲み放題なんでね。いや贅沢やね。お米はね水めっちゃ使う。洗うのに何回洗えばいい、なんとなく透き通る感じとかって言うけど、もう3回それ以上は洗いません。そーっと開けていきます。で最後の仕上げは浄水の水で。おリスちゃんこのリスねここの主なんやけどね懐いてます人にお前お米とか食うの？お米置いてみました。どうなんやろ、食うんかな。お米美味しいよ。多分ね食ったことないんやね。俺の鍋のやつは食わんといてや。お米いらんの？これめっちゃうまいねんで。日本人これめっちゃうまいで。ねえちょっと食べてみよう。あ、こいつ食わず嫌いらしいです。ということで残念ながらリスはアメリカ人だったみたい。ご飯好きじゃない残念。まだリスちゃんめっちゃガン見されてる。お水を入れていきます。とりあえずこのお水はぬかなんで栄養になると思うんで植木たちにあげていきます。
公園の植物さんたちにありがとうと言いながら、オーガニックのぬかの水が美味しいって思ってくれてると信じています。さあ2回洗ったでしょ。 1.5 リットルぐらいなんですけど、3回に分けて洗っていってます。もう透き通ってきてるからもう合格やろ。うわ最悪。植木さんたちにもオーガニックのスープを、残りは公園の水道の水を浄水器でろ過した水を入れていきたいと思います。浄水って書いたシールを貼ってる綺麗な水で仕上げていくんですけども、ここが今こっちに傾いてるっていうので、水準器で水平を取ってあげます。 OK。 入れていきます。誰からか習った頭脳線のシワのところになれば水がいいって言うんですけど、これはね、どの大きさの鍋にも適用できて、すごいいい理論だと思います。OK。カリフォルニアが乾燥してるから多めの水で炊いた方がちょうど良くなるっていうのか、このお水自体が軟水ではなく硬水、そのせいで水の量が変わってくるのかわからないけれども、この方式の 15% から 20% 増しぐらいのすごく多めな水で浸していきます。20度ぐらい。そろそろ後ろに光が当たってきてるんで、日向に置いてみたいと思います。今はピュアの水のフィルターを消毒しています。で、消毒終わりました。フィルターは外しておきます。この中はさすがにね、乾燥させれないんで、中に入れると蒸気とかでカビが生えそうになるんで、命のお水なんで、もう徹底的に乾燥させてあげます。ベスポジに置いときたいと思います。ここも熱くなるんで、短時間で吸水してくれると思います。でもベッドなんでね、パシャーンとかなったら困るんで、車は動かせないんですけれども、これで30分待ってみましょう。ミニマルバスチャンネル。とりあえずご飯炊くんやったらやっぱカレー食べたいな。今日はカレーにチャレンジしてみたいと思います。食材。卵買ったんや。パンも。カレー多めに作ったらパンでも食べれるな。知り合いからね、オーガニックもやしもらったんや。この工場で働いてる人から取れたてのもやしをもらいました。ありがとうございます。取れたての豆苗みたいなのももらいました。大根がこんだけ残ってる。めっちゃ立派な生姜もいただいちゃいました。生姜をたっぷり入れた。生姜、もやし、大根、人参。ベーコンこれ使い切りたい。カレーにします。料理をしていきます。毎日自炊してたら、もう目をつぶっていても、どこに何が置いてあるのかわかるんで、手早くなりました。ずり落ちてきます。ここで重要なのが、レベル合わせです。こっちに傾いてるんで、ここを上げてあげないといけない。このテーブルそのものを上げてあげるっていうのを思いついたんで、こいつでテーブルを上げていきます。で、こいつをね、料理中にバンって蹴ったらね、ボーンとかなるんでね、ゆっくり作業したいと思います。コールマンちょっと不良品なんちゃうっていうぐらい、こっちに傾いてます。このドアストッパー1個分ぐらい上げると、レベルが来ました。テーブルもレベルが来ています。こういう丸いものを置いても、ゴロンゴロンゴロンって転がっていかないし、包丁も危なくない。ただ、自分はゴロンゴロンってなりそうになるんで、気をつけてね。ごま油。コーンフレークいつも食ってるお皿が野菜を切った時のボウルになります。何でもね、兼用です。野菜くずを入れるアイスの袋を半分に切って、ケチケチゴミ箱、オーガニック人参なんで皮ごと食っていきます。悪くなってたりしたらそこを取って、誰かにお出しするんだったらもうちょっと皮を半分剥いたりするかもしれないですけど、気楽なワンライフなのでめっちゃ適当にやっていきます。こうせなあかん、ああせなあかんとかってがんじがらめになってしまうと、せっかくのワンライフなんやから自由にって言ってもね、レベル合わしたりとか細かい作業がたくさんあるんで、料理するときはルールとか決めんとババンと根っこが生えてきてる。温度がね、冷蔵庫ほどは下げれないんで、玉ねぎは大抵根っこが生えてくるんで、この硬い芯のところに栄養がたくさんあるって書いてあったんで、こいつは刻んで食べていきます。皮
カレー楽しみやな。ほんまね、ご飯を炊けるようになるまでにね、1ヶ月半かかりましたから、京セラのセラミック包丁もね、小さくてコンパクトでよく切れるんで、しかも研がないでいいっていうのが便利。玉ねぎ、OK。半分はね、丸1個使いたいとこやねんけど、昔に買った大と中のラップなんやけど、両方使ってみて、なくなったらどっちかにしようと思ってんねんけど、意外にね、両方使いこなしてるんで、当然こういう感じだったらちっちゃいのかな。大きい方を処分したいんで、使っていってます。大きいの使いやすいよね。アメリカの人参ってね、なんかね、ちっちゃいんよね。それはトレジョの人参だからかな。いろんな大きさになると、いろんな噛み応えがあるんで、均等に切ることは目指さないです。小さいスキレットなんで、細かめになればいいんかな。4本あった人参も、たったこんだけになってしまうという。人参ミニ4本。いただき物の。めっちゃ美味しそうやで、この生姜。なんか、幸せやね。これいっぱいあるんで、思いっきり使いたいと思います。オーガニックの生姜、皮も美味しいっていう風に聞いたんで、綺麗に剥きすぎない。あえて食べるようにしています。うわ！いや、今までのと全く違う。野菜みたい。みずみずしい。なんじゃこりゃ。ちょっとこれ食えんちゃう？うまっ！あ、言ってたわ。これでね、お寿司のガリ作ったらめっちゃうまいって言ってた。もうね、ジュワーってもう水が溢れ出てくるのね。あ、これめっちゃ入れても大丈夫やわ。辛くないね。あ、これテンション上がるな。いや、ありがたいね。これ言わな。日本の方、いろんな分野で頑張ってるよ。尊敬する。そういう人たちが頑張って、日本食の文化をここまで流行るようにしてくれたおかげで、日本の食材が僕の来た30年前から比べると、格段に手に入るようになった。だいたいトレジョで豆腐買えるってすごくない？豆腐なんてどこのスーパーにもなかったのに、今はアメリカのどこのスーパー行っても豆腐あったりとか。革命やで。ほんまに。これで鍋が埋まっちゃうので、あ、もやしもあんねや。あ、豆苗もあんねや。やばいやばい。どうしよう。大きな鍋はお米炊くからな。っていうかお米30分経ったな。あ、ここで2連のコールマンが実力を発揮する時がやってきました。同時調理です。一番初期の頃によく使ってたシングルのバーナー、ほぼ使ってないです。このプロパンのガスの値段がめっちゃ安いの。アウトドアのところにありました。この子です。2つで9ドル50でした。1本4ドル50。ガス代もめっちゃ安い。電気自家発電。バンライフ最強です。家賃かからない。それ上のベーコン最後終わりました。この汁が漏れんように結構ね大変ない。僕の大好きな自分で作ったペーパータオルを6分割したやつ。もうめっちゃこれ使いやすい。ちょうどいいのよね。包丁拭いたりとか、ベーコンちゃん刻んでいきます。このダイソーのまな板最高。この薄さがいい。厚みがあったらそれで場所取るから、今は引き出しの下に敷いて、これがあることによって引き出しがつるってなって、めっちゃ便利なんよ。火を入れていきます。はい。レベル出しがしてるっていうことが重要になってきます。油ビャーって入れるやん。全部こう片っぽによって、卵を落としてもビルーンってなるから、今ここはレベルバッチリ来てるんで。コールマンの難点は火力調整がいきなりボーって大きくなったり、いきなり消えたりするんで、めっちゃむずい。単純に慣れていくだけの話なんで。もうだいぶ余熱温めてたんで、ごま油を入れていきたいと思います。しかもめっちゃ多めに入れます。なんかね、油足りてないっぽくて、乾燥しちゃうんですよね。あ、消えた。ちょっと上げようと思っただけで、消えます。慣れていく問題であって、コールマンの問題ではない。こいつはお気に入りなんで、悪口は言っちゃいけません。いつもありがとうね。順番的にはベーコン？こいつもいっちゃいます。うわ、うまそう。もう、この車の周り一帯めっちゃいい匂いしてんで。そろそろ、あそこに置いてあった。熱くなってる。いいよ。給水完了しました。この子も同時に調理していきたいと思います。頑張って切り落としたこの、いいよ。持てるし。もうこれで当たっちゃうんで、この出っ張りが邪魔なんよね。ここで切って、この部分取り外して、切れました。やりました。切れました。
いいねやりました。風向きとか重力の具合で真上に火がいかないんでね、こまめにこうやって調理をしていきます。スキレットが小さいんで1人分で2日分作れるから、こいつを上にかぶしていきます。かぶしたらこっちに寄せていきます。もうすでにうまそうです。これにもやし1袋入れれるかな。まあでも今日使い切りたいしな。こいつの蓋をして蒸していくっていうのはどうやってみようか。いや、料理楽しいね。料理欲っていうのはあると思う。車に乗る欲望もあるね。日本の東京で3年間いたことがあるんだけど、車に乗れない3年間、ストレスめっちゃ溜まりました。まあ、じいちゃんになって免許を返納したら、車乗れなくなるけど、それまでは車大好き人間だと思います。大好きな車で住める、このワーゲンバスちゃんは、最高の人生の相棒です。ほぼほぼ満員なんですけど、この子使いたいんで、うわ、これ難しいな。押し込め。ね。難しい。あー、ちょっとずついこうか。これでかぶしていったら、乗せるんちゃうね。まずは、半分。ちっちゃ。2つ同時調理、最高ですね。いやー、どうやってもこの子入らんな。これ、小さくなるよね。キュッと。満員すぎるけど、詰め込んでいきます。あ、わかった。この蓋、どうせ今巻いてないし、こっち沸いてないんで、ちょっと待って。この豆苗までいけるんちゃう？もう全部使いたい。最優先。このまま置いといたら絶対腐らす。だってしばらくカレーがあるから料理しいひん。いただいて、すぐに食い切る。で、蓋で蒸していきます。さあ、どんなカレーになるんですかね。楽しみやね。とろけるカレーを入れてみたいと思います。スキレット小さいんで、ちょっとずつ溶かしながらいかないといけないんで、細かく溶かしながらとろみをつけていきたいと思います。うわぁ。あちち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 。めっちゃうまそう。これだけで食いたくなるね。うまっ。混ぜれないかも。もっとね、もやし縮むと思ったんやけどね、あかんかったね。まあバンライフやってたらこういうこともあるよ。みんなタッパとか入れて気軽に保管するでしょ。あ、それいいね。さすがにこれにカレーのルー入れて混ぜるの難しいんで、このポコポコってなるこの鍋に入れ物がついてまして、このタッパに少し入れてあげましょう。入れてあげて。ご飯がやばいっす。吹きこぼれそうです。余熱で調理したいと思います。料理忙しいね。もう楽しくてしょうがないです。水を加えたいと思います。うわ、めっちゃうまそう。やっぱね、緑も入ってね、やっぱ美味しそう。ご飯の水気がなくなったら火を止めて、余熱で15分ぐらいって言うんで、もう止めていいと思うんやけど、最後、万が一お焦げができたら嬉しいんで、強火で1分ぐらいやって、火を止めてみます。シューって言ってんな。いいんちゃう？はい、止めました。このスープに砕いた子を入れて、混ぜていきます。余熱でいこう。火止めました。ということで今、両方火止まってます。今日は結構ガス使ったよ。上にかけていきます。また、スープを取って、この作業を繰り返します。オイルを追加していきます。オイル、いや、めっちゃいい香り。腹減ってきた。今日朝コーンフレーク食って、今もう3時15分やもんね。普通のキッチンで調理するよりは、多分時間かかってるやろうね。料理そのものがめっちゃ楽しいんで、そんなね、時間忘れちゃうわ。のんびりやってる間にご飯も蒸らせてるし、これでダマダマがない状態の、今ボールぶつけられた。びっくりした。わざとじゃないって分かってるから。多分コーナーキックかなんかがオーバーして、ここまで来たんかな。サッカーボールやね、あれは。うわ、これ最高やね。塩コショウも入れとこうかな。塩はいらんか。出来上がりが近づいてきました。どうなんやろう。俺にはめっちゃうまそうに見えんねんけど。先ほど玉ねぎとか刻んで入れてたこのボールが次は丼になります。炊きたてのご飯。お焦げはできてませんでした。うわ、めっちゃうまそう。大量に炊いた方がなんか美味しい気がする。つやつや。この中心部分に生卵いっちゃっていいですか？カリフォルニア州ケージフリーの卵しか売っちゃいけませんってことになって卵を
落として、その上に熱々のご飯をかけて閉じ込めます。カレーをよそっていきます。本日のディッシュが完成しました。やりました。カレーやったー。めっちゃ嬉しい。白米とカレーが完成しました。美味しそうよ。マジで。ね。できました。やりました。めっちゃ嬉しいです、カレー。中にある卵が熱々のご飯に囲まれてね、半熟になっていってると、後で味変も楽しめます。今朝作ったコーヒーと一緒に食べていきたいと思います。いただきます。もやしと生姜をくれたいぐっちゃんとひろさん、ありがとうございます。みずみずしい生姜がめっちゃ効いてて美味しい。スムーズな辛み。やっぱもやしも豆苗も取れたてやから、なんかスーパーで並んできたのを買うのとちょっと違う気がする。いやー、うまいわこれ。食べながら食欲が増していく。すべてを包み込むご飯がめっちゃ立ってて美味しい。カレーのルーなくてご飯だけで食べれる。やっちまった。忘れてた。卵黄身カレー。参りました。もうね、言葉を超えてます。いやー、贅沢やね。公園で汲んできたお水。美味しい。前のスタジオアパートのお水よりも、この公園の水道の水の方が美味しい。すごいたくさんの人がずーっと使い続けてるでしょ。災害があった時に公園って重要な避難所になったりするから、水道のパイプもでかいのね。水圧もダーって出てくるし、公園水を浄化して飲むっていうのがめっちゃ病みつきになってます。ほぼ公園の主になりかけてるんですけど、それもあと2ヶ月エンジン乗せ替えたら大陸横断、砂漠へ GO なんでね、それまでの間はちょい主にさせてもらって、ここで料理も編集もソーラーパネルチャージも全部を練習させてもらいたいと思います。カレー大成功。さあ、毎回勃発する。どうしよう、これ、問題。まあ、こいつはラップでくるんでいけばいい。こいつタッパーに入れるの嫌やなと思ってたんですよ。そのタッパー洗うのにすごい水いるやん。なんとかタッパーを使わないで、こいつを保存できる方法はないかと。そうや。俺には必殺のホットサンド。ご飯をここに入れます。混ぜ合わせます。四角くラップで包んだら、こいつにもうガチャってやって、両面焼けば、熱々のカレーピラフが食えると。さらに、こいつをおかずにして、パンに挟んでもいける。おかずだけバージョン作ろうかな。おかずを小さめに四角くラップ。したらラップで済む。ご飯を混ぜ合わせたやつも作って、もんじゃみたいな感じに焦げたらなるんで、めっちゃ美味しいおやきができると。これは、天才かも。ってみんな、きっと、ホットサンドマスターたちは思ってんねやろうな。俺がホットサンドが一番上手に使えるんだよ。でね、もう、熱々なんで、熱消毒ということで、洗わないです。ぐちゃぐちゃにかき混ぜて、おやきを作っていく素材となります。こんな感じかな。さっきの、この残りの炒めも、炒めちゃう？こいつ、カレーのルーもうちょっと入れて、料理しちゃいまーす。おやきって、なんていうの？こういうの。リゾットホットサンド？カレーやっつうのね。いや、ホットサンドマジすごいよ。何でも温められるし。昨日、さらにもやし2袋あって、炒めたの。スープ結構もやし出るやん。その汁が、ひっくり返す時にジョバーってホットサンドの隙間から出てきて、レンジがべちょべちょになりました。やっぱね、密閉されてるわけじゃないんだよね。スープは、さすがにサンドできませんでした。ラップを切る達人だけには、僕、なれません。めっちゃ下手くそです。端っこがすぐにダメになるんでね。ラップの達人に憧れるわ。どんな達人やねん。こんなもんちゃう？挟んで厚みも含めて、なんでもうちょっとやね。こんぐらいちゃう？いい感じだと思う。おー、いいんちゃう？いいんちゃう？これで、うわ、めっちゃ楽しみ。カレーおやき。
続きこの子を量産していきます。ミニマルバスチャンネル。 Here go 自由を目指せバンライフ、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 自由を目指せバンライフ。カビだらけサビだらけ、よよ過去のお前はよくやってるよ、よよ家具外し床剥がし鉄を打ち板を切り、よよこの先に何がある、この先に夢がある。ミニマルバスチャンネル。